はい、こんにちは。今回は歩行者が自転車横断帯により道路を横断していいかどうかという話をしたいと思います。今週のニュース記事になってた話題ですが、歩行者の約8割が地下歩道を使わず自転車専用横断帯を歩いて渡っていた。これって問題なの？札幌市。というニュースを見まして、概要欄に URL を出しておきますけれども、ざっくり記事の内容を説明しますと、札幌の北34東8という交差点にある自転車横断帯について、歩行者用の地下通路があるので、自転車横断帯しかない交差点なのですが、ここを調べたら、約8割の歩行者が地下道を使わず、自転車横断帯を使って横断していたらしいですね。それで北海道警察に聞いたら、歩行者横断禁止標識がなければ、道路交通法上、自転車横断帯を歩行者が渡ってはいけないという決まりはない。が、あくまで自転車のためのものであるため、付近の地下歩道や歩行者用の横断歩道を渡ってほしいという回答だそうです。この記事での調査結果としては、自転車専用横断帯は歩行者横断禁止標識がない限り歩いても良いということで締めていますが、普段から車道通行しかしていない自転車乗りの私から言わせれば、この一行ではとても足りないということで、ここから言いたいことを言わせていただきます。そもそも8割の歩行者が自転車横断帯を渡るのなら、横断歩道に書き換えればいいのにという感想しかないですね。令和の現代では、歩道から歩道へつながる自転車横断帯は原則撤去の方針ですし、映像を見るとどうぞ渡ってくださいという感じで、歩道からレッドカーペットのように帯が伸びていますからね。信号もありますし、歩行者からすればかなり安心して渡れそうと思えますし、信号がある横断帯という感じですよ、これは。ほとんどの人が自転車横断帯といえば、こういうのを想像すると思います。しかし、私から言わせれば、これは古すぎですね。階段しかない地下道からして昭和です。令和の現代の自転車横断帯といえば、歩道と自転車横断帯はガードレールでガチガチに隔離されていますよ。私がよく例に挙げる天元寺橋交差点などが、まさにガードレールでガチガチです。警察庁のホームページにも、歩行者は自転車横断帯に立ち入らないようにしましょうとありますから、あくまでも横断しないでくださいではなく、立ち入らないでくださいですから、歩行者を立ち入らせないためにはガードレールで防ぐのが一番ですからね。歩道を通行している自転車は、交差点の付近のガードレールの切れ目から車道に左折で入ればいいだけです。自転車は原則軽車両ですから、歩道の道路外から車道に左折で入って何が悪いんですかという話です。一方、歩行者は車道と歩道が分かれている道路では理由なく車道に立ち入れませんから立ち入らないでくださいというわけです。自転車横断帯が規定されて40年経って当初危ないと言われていた歩道から勢いよく飛び出して自転車横断帯に進入する自転車を防ぐうまい方法を考えましたね。天元寺橋交差点付近には歩行者横断禁止の標識がありますが、これで車道の横断は防げますが、ここの自転車横断帯には標識は立てられませんからね。なぜなら自転車を降りて押すものは歩行者ですから、渡っている時に自転車から一歩でも降りたら即違反とは言えませんし、交差点も含めて道路横断禁止にしたら、上にある歩道橋により道路を横断することまで禁止になってしまいますので、現に画像で出している天元寺橋交差点にある歩行者横断禁止標識には補助標識で自転車横断帯と交差点部分を外すように車道部分を指定していますよ。以上のことから自転車横断帯により歩行者が道路を横断することは禁止ではありませんが、
自転車横断帯に歩行者が立ち入ることは理由がない限りやめましょうということですね。自転車を押しているものは歩行者ですが、押されている自転車は渡っていいに決まっていますし、身体障害者用の車椅子やバイクを押すものも歩行者ですが、まさか担いで階段を上り下りしろとは言えませんし、そもそも歩行者用信号がない交差点では、車道の信号に従い道路を横断して何が悪いんだという話ですから、歩行者を立ち入らせないためにガードレールで固めるか、歩行者を渡らせるために横断歩道に書き換えてくださいという結論ですね。そこを通過する車両にとっては、横断歩道も自転車横断帯もまとめて横断歩道等となり、通行方法は同じですから、自転車運転者にとってはどっちでもいい話ですね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。